ねえねえ、すみれ。最近、ネットでスマイルラムジーカリドって人がまた物議を醸してるみたいだけど、詳しいこと知ってる？ああ、ジョニー・スマリね。彼、世界的に超有名な迷惑系 YouTuber なんだけど、最近は、特に韓国で大暴れしてて現地の人にめちゃくちゃ迷惑かけてるらしいわ。へえ、前はイスラエルとか言ってたけど、韓国ではどんな迷惑行為してるの？韓国では、韓国の慰安婦像にキスしたり、バスの中で大音量で音楽流して客を怒らせたりして、現地の人にめちゃくちゃ迷惑かけてるのよ。うわあ、それはひどすぎる。でも、そんなに有名なのに、なんでそんな迷惑行為ばっかりしてるの？注目されたいっていう欲求が強すぎるのかもしれないわね。でもね、最近のジョニー・スマリの韓国での生配信中に、とんでもない出来事があったみたいなの。それってどんなことなの？実際の映像があるから、見てみると。Trust me, Johnny's. Go to Johnny's Dream. We're gonna have a good time. Whoa! Great night. Go to Johnny's Dream. We're gonna have a good time. Whoa! No, hell no. Oh no. Who the fuck is this Hell nigga? no. Bring your bitch ass back here, boy. What the fuck is your problem, nigga? It's on camera. It's on camera. It's on camera. Bitch ass nigga. Poor ass, geek ass, bitch ass nigga. Keep walking, pussy. Keep walking, pussy ass nigga. Keep walking. It's on Nigga, camera. I'm a phone. You better get your phone. Yo, give him his phone. Give me his phone. Give him his phone. Bro, get Johnny. と、なんとね、配信中に突然韓国人の男性に襲われて、頭をパンチされてノックダウンしたの。そして、おまけにスマホを奪われて、ぶん投げられて破壊されちゃったみたいなの。うわあ。でも、それだけ嫌がらせしてたらいつかはそうなるのは当然といえば当然のことだから、自業自得よね。そうよね。ジョニー・スマリって身長157センチしかないらしいし、そんなチビが韓国で悪さしてたらボコられて当然よ。しかも過去にもイスラエルとか日本でもボコボコにされてるのに、まだ懲りないのよね。日本でもやられてるの？日本って治安いいのに、そこでもボコられるってどんだけ嫌われてるのよ。ほんとそうよね。だから、一応、特殊警棒を持ち歩いて威嚇してるみたいだけど、結局、ビビりなのか使えてないみたいだし。もういい加減、現地民からしたら、ただのイキリ散らかしてるだけの人としか思われてないんじゃないかしら。なるほどね。でもさ、もしジョニー・スマリが何か盗まれたりしても、あの活動内容じゃ警察にも頼れないよね。そうそう。だからこそ金目の物狙いで襲われる可能性も高いと思うわ。それでね、その後もジョニー・スマリったら、仲間2人と一緒に韓国で配信してたんだけど、そこでまたボコられたらしいの。嘘？また襲撃されたの？そうなのよ。これも映像があるから、見てみると。때린다 때린다 들어와 와우 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 때린다 때린다 이 새끼가 1대1 안 해? 1대1 안 해? 개새끼야? 1대1 안 해? 1대1 이 새끼야 1대1 이 새끼야 어서 1대1 하고 새끼야 이 새끼 어서 1대1 안 하고 있어 기어가 왜 야, 1대1의 개새끼야. 그만. 와 니거는 네 얼굴인데 と、ジョニー・スマリだけじゃなくて、一緒にいた仲間2人もまとめてボコボコにされちゃったみたいなの。やばいとしか言えないような目にあったことで、あいつらボコられすぎだろ、ってネットでも話題になってるわ。でも、そんなにやられてるのに、まだ懲りずに迷惑配信続けるつもりなのかね。本当よね。しかもこの騒動で警察も駆けつけ、襲撃した韓国人とジョニー・スマリが警察機となって、署で薬物検査までされたみたいなんだけど、そこでなんと THC 陽性反応が出たらしいわよ。マジで？ってことは、もしかして韓国で薬物やってたってこと？どうなのかしらね。一応、前にコロンビアで使ってた薬が体内に残ってて、それが検出された可能性が高いみたいだけど、でもこれで警察が本腰入れて捜査したら、下手したら刑務所行きもあり得るわよね。こりゃ、大変だわ。もうこの際、さっさと逮捕されて反省した方がいいんじゃない？私もそう思うわ。このままだといつか取り返しのつかないことになりそうだもの。ネットの反応を見ても、
日本ってなんとかなったようだが、調子こいて治安が悪い海外で同じようなことしたらそうなる。命があるだけめっけもんだが、無敵の人になったらそれはそれで面倒なので、さっさと引退するべきだな。てかまだ活動してたんだ。イスラエルラムジッカリド。こんなこと言ったらあれだけど、俺は正直日本でこの人がやりたい放題してたのは、日本のことを舐めてるかと思ってたけど、たとえ日本よりは治安的に良くない国でも同じように人をバカにできるのは正直才能。俺なら絶対韓国はおらんよ。調子に乗るな、とは言えない。ただ調子に乗るなら何されても文句言わないだけの覚悟はしてください。何が誰の逆鱗に触れるかわからない時代っていうのは理解してほしいとは思う。それでも分かってやるなら、もう止めはしない。これだけボコボコにされても入院とかにならないのは、フィジカル強いのかみんなが加減してるのかと思っちゃう。韓国でやるとは、家族はどう思ってるのかな？息子がこれで道には迷惑とかの被害ないのですかね？それ他国の人間がいきなり来てカメラ回しながらしょうもない暴言吐いたりしてたらやられるよ。日本が行けたからって韓国は無理なんだよ。街並み見たらわかるやろ、と、誰も擁護してないし、みんな、ざまあみよ、って感じで、喜びやバカにするコメントが数多く寄せられているわ。そりゃ、そうよね。あんなに嫌がらせしてたら、同情なんかされないよね。でも、このまま韓国から逃げ出すのか、それとも逮捕されるのか、ジョニー・スマリの末路が気になるね。そうね。私は早く捕まえて、しばらく刑務所で反省してほしいと思うけどね。ほんとそう思う。こんな迷惑な人、もう二度と外に出てこない方がいいものね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。